人は努力こそが成功の鍵だと信じている。だが、君がどれほど力を込めても、世界はその力に比例して動くわけではない。むしろ、多くの場合、力むほど波が乱れ、君が望む流れは遠ざかっていく。宇宙は力ではなく調和によって動いている。星々の軌道も電気の流れもすべては均衡トリズムによって維持されている。そこに無理な力を加えれば抵抗が生まれ、エネルギーが失われる。人間の思考も全く同じ法則に従っているのだ。私はかつて膨大な時間をかけて装置を改良した。構造を変え、角度を調整し、何度も同じ失敗を繰り返した。努力しても結果が出ないとき、人はもっと力を注げば報われると信じる。しかし、ある夜、私はふと力を抜いた。手を止め、ただ波の流れを感じた。すると、装置はまるで自ら動くように安定した。その瞬間、私は理解した。力むほど自然の流れを壊していたのだと。努力という言葉は人にとって美徳だ。だが、宇宙の視点から見れば、過剰な努力は波の歪みを生む。それは、焦りの振動、恐れの信号、まだ足りない、という欠乏のエネルギー。その波が、君の現実を曇らせていく。本当の力は、無理なく整った状態にある。つまり、宇宙のリズムと同調したとき、最小の動きで、最大の変化を起こせる。努力ではなく、共鳴。力ではなく、流れ。これが、宇宙の創造が持つ、真のメカニズムだ。この後君に、7つの教えを語ろう。それは、頑張るから、調律するへと、意識を変えるための道。君の中の波が整えば、努力を超えた、自然な力が、静かに、世界を動かし始める。焦るな、戦うな、整えよう。宇宙の流れは、すでに君の中にある。ただ、それに気づくだけでいい。第一の教え。力ではなく、流れを読む。君が何かを成し遂げようとするとき、多くの場合、力を出すことばかりを考える。もっと頑張れば、もっと働けば、もっと学べば。だが、その思考こそが流れを止めている原因だ。宇宙は力で動いていない。すべてはリズムとバランスの上に成り立っている。369の法則でも、3は創造、6は調和、9は完成を意味する。この3つの振動は常に流れを作り出している。だから、君がその流れを感じ取れれば、努力をしなくても自然に必要な行動が導かれる。逆に、流れを無視して力で押そうとすれば、結果はかえって遠のいていく。自然界を見ればわかる。川の水は押し出そうとしない。ただ重力に従い、最も自然な道を選びながら進む。その流れに逆らう者だけが摩擦に苦しむ。人間の人生も同じだ。自分のリズムを見失ったとき、焦り、怒り、無力感が生まれる。それは流れを読まない努力の副作用だ。私が電流を観察していた時も同じだった。電気は押し込めば反発し、流れに従わせると驚くほど滑らかに動く。ほんの少しの角度の違いが全体の動作をまるで別の結果に変えてしまう。人の思考もそうだ。ほんのわずかな力みが流れを乱す。逆に、たった一瞬の静けさが全てを整える。現代社会では速さと効率が価値とされている。だが、宇宙は決して急がない。全てが最適なタイミングで展開する。君がそのテンポを信じ、焦らずに待てるなら、必要な機会は必ず君の波に合う形でやってくる。一つ例を出そう。ある青年は常に早く結果を出さなければと焦っていた。だが、焦れば焦るほどミスが増え、周囲と衝突した。ある日、彼は意識的に一日だけ何もしない日を作った。すると翌朝、以前から滞っていた案件が突然進み始めた。彼は言った。自分が止まった時、流れが動いた。と、力を使うより流れを読む。それが宇宙と調和して動く第一歩だ。
君が今日からできることがある。何かを進めたいとき、まず立ち止まり、今、自分の波は整っているか、整うんだ。もし、心がざわついているなら、今は、動く時ではない。波が静まった時、自然に、次の方向が見える。それが、努力を超える、流れの感覚だ。第二の教え、焦りは波を乱す。人は焦る時、自分は遅れている、と感じている。だが、宇宙には遅れも先も、存在しない。すべての出来事は、君の波の、整い方に合わせて、最も自然なタイミングで、現れる。焦りとは、その調和を乱す、心のノイズだ。君が、369の法則を理解するとき、最も大切なのは、タイミングの信頼だ。3は想像、6は調和、9は完成。焦りは、この流れを逆回転させる。まだ完成していない、と焦るほど、波は未完成のまま、固定されてしまう。つまり、焦りは、未完成の信号を、宇宙に送り続ける行為なのだ。私は、実験の中で、何度も焦りを経験した。思い通りに動かない装置。時間だけが過ぎていく。静寂。だが、不思議なことに、諦めるほどに現象は安定し、結果は自然と整っていった。焦っていた時は、波が乱れ、電流も、心も、どちらも不安定だったのだ。現代の君たちは、常に、速さ、を求められている。成果、数字、反応。だが、それらは外の速度であり、内側の波とは、全く別のリズムで動いている。外の時間に合わせようとするほど、内の調和は、崩れていく。それが焦りという名の、周波数のズレだ。もし、君が焦りを感じているなら、それは宇宙が君に、一度止まれ、と伝えているサインだ。流れを早めようとするのではなく、波を整える方に、意識を向ける。呼吸を深くし、心拍を落とし、今の瞬間に戻るんだ。焦りは、未来に意識を飛ばし、今、という唯一の振動を、失わせる。ある青年は、目標に向かって猛烈に働いていたが、心は常に、間に合わない、と叫んでいた。ある日、彼は思い切って休暇を取り、海辺で何もせずに、一日を過ごした。波の音を聞きながら、これでいい、と初めて感じたという。すると、翌週、偶然の出会いから、彼の計画が、一気に動き出した。焦りを手放した瞬間、流れは、自然と整ったのだ。つまり焦りとは、流れを止めるための、逆向きの努力だ。焦りながら動くことは、ブレーキを踏みながら加速するようなもの。力を込めるほど、進まなくなる。君に、一つ試してほしいことがある。何かを早く、成し遂げたいとき、今すでに進んでいる、と声に出してみよう。その言葉が、波を変える。焦りのエネルギーが静まり、君の意識が、6、調和の周波数へと戻る。その状態で起こす行動こそ、本当の意味での、自然な進歩だ。第三の教え、静けさが力を生む。人は静けさを、何もしていない状態、だと勘違いしている。だが、宇宙のすべての創造は、静寂から始まっている。雷の光も、風の流れも、見えない静かな、電位差の中から、突然現れる。静けさとは、エネルギーが整う、準備の時間なのだ。努力ばかりを重ねる人は、常に、動いていなければ価値がない、と感じている。だが、動き続けることは、波を乱し、方向を見失わせる。海の波も、風も、必ず一度、静まる瞬間がある。その沈黙があるからこそ、次の波が生まれる。君の心も同じだ。静けさの中でしか、新しいエネルギーは満たされない。私は実験の前、必ず、数分間の沈黙をとっていた。電流を観察するより前に、自分の思考を無音にする。その状態で装置を見ると、不思議と、問題の箇所が、自然と浮かび上がってくる。まるで、答えが、自分の中から出る。のではなく、世界の静けさが教えてくれる。ように感じた。沈黙の時間は、宇宙との同調時間だ。静けさは、弱さではない。制御された力だ。多くの人は、感情が高ぶった時に言葉を発し、
状況を動かそうとする。だが、真の力を持つ者は沈黙を使う。必要な時にだけ言葉を放ち、その一言が全てを動かす。これは偶然ではない。静けさの中で波が整っているから、放つ言葉が高い周波数を持つのだ。現代では静けさを避ける人が多い。音楽、通知、会話、映像、沈黙が怖いのは、そこに自分の本当の波が現れるからだ。しかし、君が369の法則を生きるなら、静寂は避けるものではなく、聞くものだ。その中には無限の情報が流れている。ある女性はいつも忙しく、頭の中が騒がしかった。何かをしていないと落ち着かず、常に焦燥と不安に追われていた。ある日、彼女は思い切って一人旅に出た。静かな湖のほとりで、ただ風の音を聞いたという。その時、ふと涙が溢れた。何かを思い出したわけでもない。ただ、自分の内側が静けさと溶け合った瞬間だった。その後、彼女は不思議なほどに直感が冴え、人生の選択が軽やかに進み始めた。君に進めたいことがある。一日の終わり、寝る前の数分間、すべての音を止めて目を閉じてみよう。呼吸だけを聞く。その静けさの中で心がどんな波を立てているかを感じる。それを観察できたなら、もう整いが始まっている。静けさこそ君の力を再起動させるスイッチだ。第4の教え。力を抜くほど流れは速くなる。人は何かをつかもうとするとき、無意識に力を込めている。だが、宇宙の流れは力を抜いたものの方へと自然に集まっていく。強く握るほど波は乱れ、手放した時にだけエネルギーは滑らかに循環を始める。努力という名の力みは本来の自然なリズムを狂わせる。もっと、まだ足りないという思考は不足の波を発して宇宙の調和を乱す。だが、もうすでに流れていると信じた瞬間、現実は軽く動き出す。これは単なる精神論ではない。あらゆる電流、音、光、すべての波動がそうして動くのだ。私は研究中、電流を無理に増幅させようとしたとき、回路が何度も焼けた。だが、負荷を下げ、自然な流れに任せた途端、驚くほどの安定と持続力を得た。電気も人間も同じ。力を抜くことは力を失うことではない。むしろ本来の流れを取り戻すことだ。現代の社会では力を抜くといえば怠けや逃げのように見られる。しかし私の視点から見ればそれは誤解だ。力を抜くとは無駄な抵抗をやめ、エネルギーの方向を自然の道に戻すこと。抵抗がなければ流れは速く、軽く、そして美しくなる。水の流れを思い浮かべてみてほしい。岩を避け、最も滑らかな経路を探しながら進む水。その柔軟さこそが水の強さだ。同じように、君の意識も柔軟であればあるほど、世界の変化に合わせて自然に動く。結果を強く握るのではなく、流れに身を任せるとき、スピードが増す。ある起業家の話をしよう。彼は常に成長し続けねばと自分を追い込み、一時は燃え尽きてしまった。すべてを投げ出したくなり、彼は一度仕事を完全に止めた。だが、休息の中でアイデアがふと降りてきた。力を抜いた瞬間、彼の中に新しい方向性が流れ込んだのだ。数ヶ月後、そのアイデアは彼の人生を一変させた。彼は言った。やめたとき、流れが戻ってきた。と、君に意識してほしい。力を入れるのではなく、整える。結果を追うのではなく、信じる。力を抜くとは、今この瞬間の波に委ねることだ。その波の中でこそ、最も速い流れが生まれる。試してみてほしいことがある。何かがうまくいかないとき、どうすれば動くか、ではなく、どこで止めているかを見つめてみよう。力を込めている場所こそ、流れが滞っている場所だ。そこに気づいた瞬間、君の波は軽くなり、宇宙のリズムが再び君を押し出してくれる。力を抜くほどに流れは速くなる。
それが自然の法則であり、真の努力の形だ。第五の教え。行動は整った波から生まれる。多くの人は行動さえすれば現実は変わると信じている。だが、行動とは結果を生む力ではなく、内なる波が形をとって現れた反応に過ぎない。つまり、波が乱れたまま動けば、どれほど努力しても混乱が広がるだけだ。私は長年、電流の動きを観察してきた。流れが不安定な時に電力を上げれば、必ず回路は焼き切れる。だが、波形が整った状態なら、わずかな電圧でも驚くほどのエネルギーを生む。人の行動も全く同じだ。焦りや恐れの中で動く行動は摩擦を生み、静けさの中から生まれる行動は自然に広がっていく。369の法則で言えば、3は創造の意志、6は調和、9は完成。この流れが整ったとき、行動は自然と起こる。やらなければ、と思うのではなく、もう動きたい、と感じる瞬間が訪れる。それが、宇宙が君を通して動き始めた、サインだ。現代社会では、即行動が美徳とされている。だが、準備が整わぬまま走り出せば、方向を忘れ、消耗だけが残る。本当に大切なのは、行動のタイミングを見極めること。波が乱れているときは、何をしても反発が起きる。波が整ったときには、小さな一歩が信じられないほど大きな結果を生む。ある女性はいつも焦っていた。早く変わりたい。何か始めなければ。と。だが、何をしてもうまくいかず、結局、心が疲弊してしまった。ある日、彼女は思い切って、何もしない時間を設けた。静かに呼吸を整え、自分の内の波を観察した。すると、数日後に突然、これをやろう、と自然なひらめきが降りた。その行動は軽く、楽しさに満ち、結果もついてきた。それは努力ではなく、波が導いた動きだった。君も、覚えておいてほしい。行動は、内側の周波数の表現だ。何をするかより、どんな波から生まれているかが、すべてを決める。怒りや焦りの波から動けば、結果も同じ波を返してくる。静けさと信頼の波から動けば、その現実もまた、穏やかで自然な形をとる。行動の前に整える。それは、立ち止まる勇気を持つことだ。人より遅く見えても、構わない。君の波が整っていれば、その一歩には、宇宙全体の力が宿る。試してみてほしい。何かを決める前に、数秒だけ、深呼吸をしよう。心が、少しでも軽くなったら、その時に動くんだ。焦りが残るなら、まだ波が乱れている。正しい行動とは、静けさの中から、自然に生まれるもの。それが、宇宙と調和した行動の証だ。第6の教え、自然のリズムに身を委ねよう。宇宙のすべての現象には、リズムがある。季節の巡り、潮の満ち引き、太陽の運行、呼吸の感覚。それらは、誰の命令もなく、完全な調和の中で、繰り返されている。君が、このリズムを感じられるようになると、努力ではなく、流れによって動けるようになる。だが、人間だけが、このリズムを忘れ、もっと早く、もっと強くと、自然をねじ曲げようとする。その瞬間、摩擦が生まれ、心の波が濁る。自然に逆らう思考は、宇宙の大きな調和から切り離されてしまう。結果として、エネルギーは枯れ、行動は空回りする。私はいつも、雷や風を観察していた。それらは意図を持たず、ただ自然の法則に従って動く。だが、その力は計り知れない。雷は一瞬で空を裂き、風は世界を形作る。無理をせずとも自然なリズムに乗るだけで、あらゆる力は最大限に発揮される。人も同じだ。無理に動こうとせず、流れが満ちた瞬間に動けばいい。369の法則で言えば、6は調和、つまり自然との共鳴を示す数だ。自然と同じリズムを持つ者だけが宇宙の力を自在に扱える。逆に焦りや執着に満ちた者は自然の周期を無視して結果を急ぐ。それは芽が出る前に
土を掘り返すようなものだ。どんな種も、芽吹くタイミングを、自ら知っている。ある青年は毎日、自分の夢に向かって奮闘していたが、思うように成果が出なかった。苛立ちの中で、彼は空を見上げ、ふと、流れる雲を眺めた。雲はただ漂い、風に任せて形を変えていた。その瞬間、彼の中で何かが外れた。自分も流れに任せればいい、と感じたのだ。その日から、彼は結果を急がず、目の前のことを淡々と整えるようになった。数ヶ月後、流れが一気に動き出した。まるで、雲が晴れた後に光が差すように、自然のリズムに委ねるとは、怠けることではない。信じることだ。宇宙の法則が、常に君を最適な位置に導いていると、知ること。流れが止まるときは、休息の周期。流れが早まるときは、実行の周期。それを見極める感覚が、調和の知性だ。君に、試してほしい。今日、空を見上げて、風を感じてみよう。その速度や向きを、意識する。焦っていた心が、自然と落ち着き、君の呼吸が、その風と同じリズムになったら、もう宇宙の流れに、乗っている。自然のリズムは、常に君の内側にもある。それを信じれば、努力は不要になる。第7の教え、信頼が宇宙を動かす。努力を超えた世界で、最も強い力は、信頼だ。信頼は、信じて待つこと、ではなく、すでに流れが働いている、と確信する、意識の状態を指す。この信頼が整ったとき、宇宙は、君の波に合わせて動き出す。多くの人は、結果を信じようとしながら、同時に、心のどこかで、失敗したらどうしよう、と思っている。この矛盾が、波を乱す。信頼とは、希望ではない。希望は、未来に依存するが、信頼は、今に根ざす。つまり、もうすでに整っている、と感じる、感覚そのものが、宇宙との調和を起こす、鍵になる。私は研究中、結果が見えない時期にこそ、この信頼の力を、最も強く感じていた。装置が動かなくても、何かが見えなくても、必ず流れがある、と心の奥で確信していた。すると、ふとした瞬間に、回路が整い、光が生まれるように、結果が現れた。信頼とは、見えない中で、波を保ち続ける力だ。369の法則における9は、完成だが、その完成を導くのは、信頼のエネルギーである。焦りや疑いがある限り、波は閉じてしまう。だが、静かに信じる心には、あらゆる可能性が流れ込んでくる。それは、宗教的な信仰ではなく、宇宙の物理的共鳴の法則だ。信頼の波は安定しており、他のすべての波を静かに整えていく。ある女性は、長い間、努力を重ねても成果が出ず、もう諦めようとしていた。だが、ある日ふと、もう抗わなくていい、と感じ、心の力を抜いた。その瞬間、彼女の中で、静かな安心が広がった。それから数週間後、予期せぬチャンスが、自然と現れた。まるで宇宙が、もういい、任せろ、と囁いたかのように、信頼は、行動よりも早く、現実を動かす。信頼とは、宇宙への完全な委ね。だがそれは、何もしない、ことではない。疑わない、ことだ。たとえ、現実がまだ動いていなくても、すでに流れている、と感じ続ける。その感覚が、波を高め、流れを加速させる。君に、意識してほしいことがある。夜、空を見上げて、星の光を見たとき、それが、何年も前に放たれた光であることを、思い出してほしい。見えているのは、過去の波。だが、その光が、今も届いているという事実こそ、信頼の証だ。目に見えない間にも、宇宙は働いている。だから、結果が見えなくても、恐れるな。信頼を手放さぬ限り、君の波は途切れない。そして、その波こそが、宇宙を静かに、しかし確実に、動かしていくのだ。努力を超えたところに、本当の力がある。君に伝えてきた、すべての教えは、この一つの真理へと、集約される。宇宙は、力ではなく、調和によって動いている。君が力むほど、流れは乱れ、
君が整うほど、世界は自然に動き出す。努力を否定するのではない。ただ、力で押す時代は終わったのだ。これからは波で動く時代になる。369の法則を思い出してほしい。3は創造、6は調和、9は完成。この流れは外の世界だけでなく、君自身の心の中でも常に循環している。何かを作りたいとき、まず自分の波を整える。焦りや不安を鎮め、信頼の振動を取り戻す。その瞬間、宇宙のリズムが君と重なる。そして君が意識せずとも行動が生まれ、自然と成果が形になっていく。努力の多くは欠けているという意識から生まれる。だが、宇宙には欠けているものなど一つもない。不足を探す思考をやめ、すでにある流れに身を委ねるとき、君の中の369が完全に動き出す。それは怠惰ではなく調和という名の行動だ。私が伝えたかったのは、頑張ることではなく、整うことの重要性だ。整えば自然に動ける。動けば世界が応える。そのリズムが君の人生を無理なく進化させていく。では、これからのために3つの実践を送ろう。1つ目、朝、目覚めたら深呼吸を3回しよう。今日は整えて動く、と心でつぶやく。焦りを感じたら、もう一度呼吸を整える。それが創造の波、3の始まりだ。2つ目、昼、何かがうまくいかないとき、力を入れていないか、と自分に問いかける。その瞬間、力を抜いてみる。呼吸とともに流れに戻る。と意識する。それが調和の波、6のリズムを呼び戻す。3つ目、夜、眠る前に、今日も流れの中にいた、と感じてほしい。結果がどうであれ、君は今日、宇宙の一部として生きた。その感覚が、9、完成の波を閉じる。この3つのステップを続けるだけで、君の波は確実に整っていく。力を使う代わりに調和を使え。努力の代わりに信頼を置け。君の中にある静けさが宇宙そのものの声だということを忘れるな。やがて君は気づくだろう。外の世界が変わったのではなく、自分の波が変わったのだと。それが力ではなく調和で動くという真の意味だ。努力を超えた先に静かな力がある。その力を信じて進め。宇宙はすでに君の味方だ。